こんにちは、はるです。突然ですが皆さんはパンダホールさんをご存知ですか？パンダホールさんは中国最大級のハンドメイド資材のオンラインショップで世界的にも有名です。ビーズはもちろんのこと、アクセサリーパーツやレジンとかネイルなどの関連商品もあって、本当ハンドメイドに関するものならないものはないんじゃないかと思えるくらいです。今回はそのパンダホールさんからいくつか商品をご提供いただきましたので、この動画でご紹介します。それでは見ていきましょう。まずはこちらから、そろばん型 4mm のガラスビーズです。色は乳白色という部類になるんですが、透明感があってすごく綺麗です。こんな風にテグスでつながれたものが10本入っています。テグスは結んであるんじゃなくて、一番先端のビーズに1回巻きつけてあるんですね。こういう始末の仕方は初めて見ましたね。これ一連で92個らしいんですが、それを私は1袋92個だと勘違いしちゃったんですよ。で、この1袋10連入りをなんと8個も注文してしまったので、大量のビーズが届いてしまいました。完全にやらかしちゃいましたね。まあよく使う色ですし、これからビーズドールのキットを販売する予定もあるので、そちらに使いたいと思います。次もそろばん型 4mm のガラスビーズの黒です。こうして見るとすごくキラキラしてますよね。ただ普通のガラスビーズと比べるとちょっと表面がざらついてるような気がします。それになんとなく軽いんですよね。なのでアクリルビーズと見間違える人もいるかもしれませんね。これも一連が88個で全部で10本入っています。そしてこれもまたやらかしまして、全部で5袋注文してしまいました。ほんと説明よく読めって感じですよね。まあこれもよく使う色ですし、キットにも使えるのでよしとしましょう。次もそろばん型 4mm のガラスビーズで赤です。ちょっと明るめの赤ですごくキラキラしていて綺麗なんですよね。これ1袋で137円なんですけど、これだけ綺麗なビーズがこんなにたくさん買えたらお買い得ですよね。これもまたちょっとやらかしまして、全部で3袋注文してしまいました。先ほどの白と黒、そしてこの赤もよく使う色ではあるんですけど、これだけたくさんあればあと数年は買わずに済みそうですね。次は天然石アメジストのさざれ石です。これからの季節に向けてさざれ石のアクセサリーなんか作ったらいいんじゃないかなと思ってこちらを選びました。8mm から5mm ぐらいの石が一連80センチで、なんと196円で販売されています。これはお買い得ですよ。粒が揃っていなくて大きさが様々なので、作る作品によって使い分けるといいと思います。次も天然石でローズクォーツのさざれ石です。淡いピンクの桜のような色の石です。これでアクセサリーを作ったら今の季節にぴったりな作品になると思います。こちらも 8mm から 5mm くらいのものが80センチ連なって122円です。もう価格破壊ですかとしか言いようがないですね。次はこちら、淡水パールです。淡水パールは形や穴の開いている向きによって呼び名が違うんですが、こちらはナゲットという種類になります。だいたい 7mm から 8mm ぐらいの大きさで一連34センチです。個数にすると55個ぐらいで、お値段は1535円です。他のものに比べると普通というか、ちょっと高めの価格ではありますよね。まあこれが普通なんでしょうね。これらの天然素材のビーズを使ってブレスレットを作ろうかと思っています。動画は次回アップしますので楽しみにしていてください。次はこちら。これは私以前購入したことがあります。パール調アクリルビーズ 8mm のものが約2000個 500g で1袋になっています。これで681円ですよ。もうほんと価格どうなっちゃってるんでしょうね。ビーズの穴も 2mm なので太いテグスも楽々通せちゃいます。
そしてこちらはマットパール調のプラスチックビーズです。こちらも以前購入したことがあります。1袋2000個入りで902円です。この2つでまたビーズバッグを作りたいと思っています。最後はこちら、ガマ口用の口金です。何に使うの？ビーズと何の関係があるの？と思われてしまうかもしれないですよね。最近インスタで海外のビーズ作家さんたちがこれを使ってビーズバッグを作っているのをよく見かけるんですよ。YouTube でも動画が公開されていて、それを見ているうちに私も作りたくなってきちゃったんですよね。このくらいの大きさだとスマホバッグに最適なんじゃないかなと思ってこれを選びました。8個セットなんですが、価格は1000円もしなかったと思います。残念ながら今は在庫切れになっているようなんですが、類似品もたくさんあるので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。ビーズバッグにはもちろんこちらのパールビーズを使いますよ。いかがでしたか？今回ご紹介した商品のリンクは概要欄に記載してありますので、少しでも興味を持たれた方はぜひご覧になってみてください。そして嬉しいお知らせです。この度パンダホールさんから商品をさらにお得に購入できるクーポンをいただきました。クーポンコードはこちら。概要欄にも記載しておきますので、ぜひご利用ください。パンダホールをご存知の方は送料が気になるところだと思います。確かに中国からの輸入になりますので、国内のサイトと比べると送料は高めですが、その分商品自体の値段が安いので、トータルで考えると国内で買うより安くなることが多いです。あと場合によっては関税がかかりますので、サイトの説明書きをよくお読みになってから購入してくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。